ああ、ニーブ、どうしてあなたはニーブなの？明けましておめでとうございます。岡新チャンネルです。はい、ちょっとね前回から間が空いちゃったんですけど、ご覧の通り引っ越しをしまして、もうね自宅でスタジオやってる方はそうだと思うんですけども、しっちゃかめっちゃかですね、悪夢っていう感じで、もう機材のセッティングもまあ全然できてなくて、見ていただいたら分かるけどフォーカルもまだ蓋してますね。場所バチッと決まってないんで、ちょっとあと1ヶ月ぐらい落ち着くまでかかるんじゃないかなという感じなんですけど、はい、そう最初に1回目にモニターのセッティングの話をしたんですけど、すごく簡単にできるモニター環境をちょっと良くする方法。机あるじゃないですか。机にね布を引くとね激変します。まだ硬い机の、なんでもプラスチックでも木でも硬い机で作業してる方は何でもいいから布1枚引くとそれだけでね音が落ち着きますのでおすすめです。でここをちょっと選択したらね縮んじゃって机が見えちゃってるんですけど、なるべく全体を覆う。要するに音っていうのは、スピーカーの音っていうのは硬い平面をねとにかく嫌うんですよ。だから少しでも硬い平面をなくす、布で覆ったり曲面を作ったりね。うちも全然もうまだねセットできてないんですけど、こういう例えばこれ東急ハンズで売ってる発泡スチロールのこれ半球、こういうのね壁に両面テープでペットが貼ったら2、300円とか、もうちょっとかな、500円ぐらいとかでできるけど全然変わりますから、なんか高いそういう音響機器とかを買う必要は全くないので、とにかく直線を嫌うっていうことが大事ですね。曲面を作ってあげる。で不規則な形を作ってあげる。例えばこれも今ちょっとまだ設置中なんだけど、これはディフューザーですよね、拡散なんだけど、要はそう大事なのは不規則であるっていうことが大事なんですよ。音がいろんな方向に飛ぶことによってその特定の周波数が強調されるのを防ぐ、今日はねそんな話じゃないんですよ。はい、ということであなたが買うべき1個目に買うべきニーブ系プリアンプということで今日はお話ししたいと思います。ちょっとね音楽制作、その録音だったり曲作りにやってる方はすぐニーブっていう言葉が何て言うんだろう、気になってくると思うんですよね。よく雑誌なりネットなりでこうみんな二言目には言うじゃないですか。ニーブ、ニーブみたいだ、ニーブ系だ、ニーブのような広域のシルキーな伸びとか低域の厚みとかいろいろ言うんですけど、すごくいいですニーブで。僕も最初に俺って言ってたのかな、ちょっと俺にしましょうか。今日はなんか僕で言ってみましょうか。サンレコとか読み始めてでも最初何が何だか分かんないじゃないですか。でね10年以上前、15年ぐらい前かな、当時ね今は亡きね赤川真一さんっていう有名なエンジニアの方がやってらっしゃったストリップっていうスタジオね、ご自身でやられてて、そこのね掲示板があったんですよ。ストリップ BBS っていう。それはものすごい掲示板で、言ったら僕も覗いてたんだけど、全部はねまず分かんない、話が難しくて。だけどハンドルネームでやられてる方も多かったので、それでもおそらく超高名な方とかもねガンガン書き込みをされてたんですよ。ほんと文字だけのね掲示板ってちょっと今の20代の方とかわからないかもしれないけど、そういうとこがあったんですよ。でそこでそのビッグな方たちがね難しい話をしている時にね、なんかねニーブのヘッドアンプの話かなんかになったんですよね。でそれを僕は覗いてて、怖いですよね、無知って若さって怖いなって思うんですけど、それ何ですかみたいな、鼻水がも
それ何ですかみたいな聞いちゃったんですよ。これね、サッカーに例えるならグアルディオラ監督とクロップ監督とモーリーノ監督が話してるところにトコトコトコって言って、すいませんオフサイドって何ですかみたいなね、そういうね怖いことをしてたんですよ。でもね、なんかさすがにやっぱりね、皆さん人間ができてていろいろ優しく教えていただきましたね、当時で。へえ、そういうヘッドアンプとかも意味が分かんなかったんですけど、まあそういうものがあるんだなと思って、それですごくなんだろう、欲しくなって、でいろいろ調べたんですけど、当時ね、今はねニーブのいわゆるクローンっていうものはねいっぱいあるんですよ。もうピンからキリまでね。だけどね、当時はそういうもの自体がね出てきたか来ないかの頃で、いわゆるその今の BAE かな、ブレント・アベリルって言ったんですけど、ブレント・アベリルさんとかが要はもともとああいう人たちってそのコンソールのメンテナンスの業者みたいのが始まりだと思うんですよね、おそらく。だから当時は BAE とは言わなくてブレント・アベリルって言ったんですけど、とかでヴィンテックが出たか出ないかみたいな、それぐらい本当に世の中にね、いわゆるニーブのクローンみたいなものってあんまりなかったんですよ。だけどそのブレント・アベリルっていうのがすごいっていうのをなんかいろいろ雑誌とかネットで調べて、で今みたいにネット上に例えば視聴の音源とかも上がってなかったから探したらね、当時おそらくね銀座のあそこどこだったかね、山野さんじゃないと思うんだけど、どこかの楽器屋さんにねブレント・アベリルの3405っていうスーパー名機がね置いてあったんですよ。でそれわざわざ聞きに行って、で自分の音源持ってって、それを通した音とかを聞かせてもらって、ですごいなんか欲しくなって、まあ何十回ローンでね買ったんですよね。だから初めて買ったのはニーブの34、ブレント・アベリルの3405で、これがね当時はねその凄さが分かりきる前にちょっと他に必要なものができちゃって売っちゃったんですよね。もったいない。今だったら絶対売らないですけど、ニーブのそのブレント・アベリルの3405なんてもう出回ってない。1272はね結構出回ってるんですよ。でこれの話はまた別にしたいですけど、ブレント・アベルの1272は比較的手に入りやすいおすすめのプリアンプの一つなんですけど、とにかくその3405を持ってたんだけど、売っちゃいましたよね。でその後はもういろいろなんだかんだいろんなブランド出てきたじゃないですか。でぶっちゃけ僕もね今オーロラオーディオ GTQ2 持ってるんですけど、これははっきり言っておすすめです。おすすめなんですけど、その今日の話としてはあなたが1個目に買うべきニーブ系プリアンプなんですよ。で言ったらその皆さんオーディオインターフェースにプリアンプってついてるわけじゃないですか、ほとんど。でそこからプリアンプっていうのは単体で買った方がいいのかなってこう思い始めて、なんか欲しいなって思ってるっていうような方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そんな方におすすめなのがグレートリバーの ME1NV ってやつですね。これがね1チャンネルのね機材ハーフラックの機材なんですけど、一番おすすめのニーブ系プリアンプです。1台目に買うにはね、その自分がねよくね若者っていうか機材の質問とか受けた時にこれを格言のようにね言ってるんですけど、初心者機からプロ機へ飛べっていうのがね、僕がいろいろ無駄遣いをしてたどり着いた結論なんですよね。でこれどういうことかっていうと、初心者機、例えばプリアンプで言えばインターフェースについてるプリアンプとか、マイクで言えば1本目に買う1万円とかそれぐらいのマイクがあったとするでしょう。でそこからね、じゃあプロ機、例えばマイクで言えばノイマンの U87 だとしましょう。でそうした時にこの間ってねいっぱいあるんですよ。3万5万10万15万20万ね。で僕はこうやってステップを踏んできたけど、結局ね結論としてね
間をいかに飛ばせるかっていうのが無駄遣いを減らすポイントだし、まあこれはその自分がどんだけ音楽長くやっていくのかっていうところなんですけど、初心者機1台目の何かマイクなりプリアンプなりを買って後で買ってね、じゃあこれで売れる音楽が作れないのかって言ったらそんなことないんですよ。というか作れます。別に最近のものは本当によくできてるし、いわゆるバズらせるという意味ではこれで十分なんですよ。で例えばね、まあ別に好きじゃないけどスピルバーグに iPhone を持たせた。であなたが例えば100万円のカメラ持ってたとして、どっちが面白い映画撮れますかっていうことじゃないですか。だからマイクが安くてもプリアンプが安くても別に関係ないんですよ、バズらせるという意味では。だからそれだけで済んでしまう人は全然それでいいんですよ。で逆にね、じゃあ一生音楽やっていこうとか、例えばエンジニアになりたいとか、クリエイターとして例えばコーラスの仕事がしたいとかギターの仕事がしたいとかいろいろあったとして、じゃあプロ機が必要ですってなったらいつかここにたどり着くわけですよね。5年後10年後か。そしたらこの機材ってねいらないんですよ。売る羽目になる。だから初心者機からプロ機へ飛べっていうのはすごいねありがたい話なんですよ。それでこのグレートリバーの ME1NV っていう機種はね、だいたい海外で買えば1250ドルぐらいで買えるんじゃないかな。中古もね結構ね eBay 見てると出てきます。この間も900ドルぐらいで出てた。もう900ドルなんかで売ってたらもう即買いした方がいいです。でこれの素晴らしいところっていうのは、当然その1チャンネルだからまず価格抑えられるじゃないですか。例えば GTQ2 だったら2チャンネルで30万とかしちゃうわけでしょ。でオーロラオーディオで実はね最近1チャンネルのものが出たんですよね。 GT1P だっけ P1 だっけ。これね問題があって、原因のステップがね10デシ刻みなんですよ。でそれもちょっと別の話だけど、結局プリアンプって原因の突っ込み量で音って変わるんですよね。それが10デシステップっていうのはねちょっとねってどうしたのっていう仕様ですね。もちろんアウトプットにそのファインチューニングっていうかアウトプットボリュームは設定できるんだけど、それは単なる音量の問題で音色の問題とは違うんですよ。音色はゲインで決まるんですよね。皆さんだってプラグインで使って分かってると思うけど、弦を突っ込んだら暴れるじゃないですか。そしたらアウト絞る、例えば弦を抑えたらアウト最大にしてクリアな音で取るとかっていうことをするでしょ。でそれが10デシ刻みっていうのはどうしたんですかね、オーロラオーディオ様ともあろうブランドがね。ということでそのオーロラオーディオの1チャンネルが出るって聞いた時はそれが絶対一押しだなと思ったんだけど、10デシ刻みっていうところは問題ですね。はい、でこのグレートリバーの ME1NV ですけど、そのニーブのねニーブのプリアンプの例えば完成形というか一番いいものはヴィンテージのニーブなんですけど、ヴィンテージのニーブがね言ったらね円というか球というかね、その音像が欠けたところがない、パーンってもうこれでいいじゃんっていう音で取れるとしましょう、ヴィンテージが。そしたらそのクローン系の機材っていうのはここの部分はニーブに似てるけどここがへこんでるよねとかいろいろあるんですよ、問題がね。問題というかその後で加工しないと本来の自分が欲しい音にならないっていう部分があるんですけど、でものによってはそのニーブのいやらしさだけが似てるものとかもあって、もちろんニーブってね扱いやすいだけの機材じゃないので、このザラッとした感じというかジャリッとした感じがねその扱いづらい部分もあるんですけど、個体差にもよると思うんですけど、でこのグレートリバーのプリアンプってそのねニーブのね扱いづらい部分、その嫌な部分っていうのがねほとんどないんですよね。でそれなのにローのパワーというかガチッとする感じはニーブらしさがあって、とにかくね
パッと聞きねなんかにっこりしたくなるようなねいい音なんですよ。今ちょっと僕現物ないんだけど過去に3回ぐらい買ってますね。1個はまた他の機材が欲しくて売っちゃって、1個は人に貸しててとかなんだけど、今も1個をね持ってます。今ちょっと手元にないですけど、ニーブの良さ、低域のパワーとかそのなんか密度というのかな、それがあるのにその外れニーブの嫌な部分みたいのがね全くない機種なんですよ。ですごく癖がないけどちゃんとこうニーブの良さがあるみたいないいプリアンプで価格もまあ個人輸入、例えば eBay なり海外の楽器屋さんから買ったとして15、6万はしちゃうと思うんだけど、これのいいところはさっき僕が言ったように初心者機からプロ機へ飛べという原則で言えば、ここの部分をいかに排除していくかっていうのが無駄遣いをなくすコツなんですけど、グレートリバーの場合はもうね言ったら戦力になるんですよ、ずーっと。だからいわゆるプロ機と言っちゃっていいです。そうすると15、6万で買えるけど将来いらなくならないんですよ。例えば GTQ2 買ったとしてもこれ外に持ち出すの大変じゃないですか。でその時にグレートリバーがあればボーカル取りとか例えばサックス取りとかそういう一本でソースがものに対してはグレートリバー持っていけば済んじゃうんですよね。とにかく本当に弱点がないプリアンプで、この価格でこのクラスっていうのはほとんどないかなと思います。マーテックの、マーティンサウンドの MSS10 とかもすっごい最高のプリアンプなんですけどちょっと高いんですよね。多分1ちゃんで30万とかしちゃうんじゃないですか。それだったら GTQ2 買えばいいっていう話になるので、そうでそのちょっと話前後するけどオーディオインターフェースのプリアンプってねよくできてるんですよ最近のものって。だからそのいわゆる初心者機でもプロ機でもない中間のプリアンプってあるでしょ。オーディオとかね5万7万とかのニーブ系のプリアンプって出てるじゃないですか。こういうのを買うともちろん悪くないんだけど、その例えばじゃあこれをね RME のインターフェースのプリアンプと比べてどれほどいいのかって言ったら大差ないです、はっきり言って。むしろその例えば機材が一つ増えることによって電源が一つ増えるとか配線が一つ増えるとかいろいろ厄介なこと出てくるわけじゃないですか。それ考えたらもし RME のインターフェースとか持ってたらもうプリアンプなんてねその下手なプリアンプ全く買う必要ないんですよ。めちゃくちゃよくできてるから。だから RME のインターフェースを持ってる人でも買う価値があるものって言ったらもうこっちのプロ機に近いものになってくるわけです。言ったらね RME のプリアンプ持ってたら別に売れるか売れないかという意味ではできないことなんてないです。別にこれでバズらせられない人は何持ってたってバズらせられないと思う、でもそういう人こそ1個目に買う外部プリアンプを買う価値があるものがあるとしたらこれがおすすめグレートリバーの ME1NV ですっていう話ですね。はい。いやーちょっとね引っ越したてでなんかいろいろバタバタしててちょっと動画のがしっちゃかめっちゃかになったような気がするんですけど、あんまり空いちゃうとなんか忘れられそうな気がしたのでとりあえずこんな感じで、まとめますと、あなたが一つ目に買うべきニーブ系プリアンプはグレートリバーの ME1NV です。15、6万ぐらいで1チャンネル買えます。でこれは後でいらなくならない、要するにずっと生涯戦力になるようなすごくいいプリアンプです。例えばヴィンテージニーブを手に入れたとしてもこれも持ってても全然使いようはあります。本当にいいプリアンプですね。でね実はこれ API500 シリーズも出てるんですけど、その話はまたちょっと別の動画でしたいと思います。とりあえずはいなんかカメラのがちょっと加熱しすぎて一回動画が切れちゃったみたいなんですけども、はいそんなことで以上岡新チャンネルでした。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。